神奈川県鎌倉市稲村ヶ崎にある11人塚からのスタートです。新田義貞が幕府に攻め込んだ時の犠牲者を祀っています。あとチャンネル登録をお願いします。運営には皆様の力が必要なんです。場所については概要欄にマップリンクを貼っていますので参照してください。ちょうどこの道が防衛側と攻め手がぶつかる古戦場にあたるようです。おしゃれカフェにおしゃれ店員、人でいっぱい。古道っぽい雰囲気ですね。線路沿いを歩く。今回は極楽寺メインで長谷寺方面に向かう道中の風景も挟みますね。ちょっと危ない道路じゃないのかな。近すぎ。観光客は人気スポットに集中しますので、こういうところは人が少なくていいですね。道を歩いているだけで満足するところがある。いい山門だな。1863年建立。昔は相当な大寺院だったらしい。入り口がこれか。桜並木。創建は1259年。何度も火災に遭い、荒廃と復興を繰り返し現在に至ると。直近では関東大震災で崩壊して建物はほとんど近代のもののようです。桜もだいぶ傷んでいますね。もう寿命かな。立派な木だな。ガラスがはまっている時点でもう近代建築とわかる。ちょっと古いから昭和中期くらいかな。
ね、そうだね。宝物庫かな。何お願いしたと思う？何お願いした？顔削られているような廃物希釈の被害だろうか、風化なのか。良い庭だよね。桜、ソメイヨシノの種類の寿命は60年から70年と人間と同じくらいのようですね。定期的に入れ替えないと一斉に老木になってしまう。これから長谷寺歩いていくの？うん。歩いていくの？はい。歩いて。おお。旅館にいたら本当だ。
江ノ電取っているのか。レンタル自転車発見。乗って行ってもいいけど止める場所があるかどうかアプリ見ればわかるけど。長谷寺まで近いから歩きますわ。ここが極楽寺の切り通しですね。鎌倉時代は傾斜が急でもっと細い道だったようです。山を切り開いて道にしています。ここも古戦場で、新田義貞はここを突破できずに稲村ヶ崎方面に迂回したそうです。六地蔵が心ない人に破壊されないためにシャッターで守られています。そういう人たちはそのまま地獄道に落ちるべきですね。虚空蔵菩薩か。学生の頃、中二病で虚空蔵菩薩ノーマン諸願最小神だらに愚問寺聡明法を得得しようと頑張ったものですよ。100万回真言を唱えると絶大な記憶力を得られるとか。空海が悟りを開いた土佐の室戸にあるミクロ戸までも行ってきました。さて、長谷寺に急ぎましょう。今日はいくつか回る予定。ゴミ捨て場になっているのは星の井といって古代の井戸。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録といいねをお願いします。